今日は抹茶のガトーショコラを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、抹茶ガトーショコラを作っていきたいと思います。もうすぐバレンタインということで、今回はね、抹茶味のガトーショコラを作っていくんですが、こちらね、混ぜて焼くだけなのですごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ホワイトチョコレート、牛乳、グラニュー糖、薄力粉、卵、無塩バター、抹茶パウダー。今回はこちらの材料で作っていきます。まずホワイトチョコレートなんですが、今回 100g 使用していきます。こちらはお好みのメーカーのものを使用してください。そして今回牛乳を使用していきます。より濃厚にしたい場合は生クリームを使用してください。そしてグラニュー糖ですね。こちらは白砂糖で代用していただいても大丈夫です。バターに関しましては必ず無塩バターを使用してください。卵は今回 M サイズのものを使用していきます。そして今回はですね、15センチの丸いケーキ型を使っていきます。こちら底付きタイプのケーキ型を使ってください。この中にですね、底の部分には丸くくり抜いたクッキングシートまたはオーブンシートを敷いて、側面にはですね、このように細長く切ったクッキングシートまたはオーブンシートを敷いてください。このね、側面の部分に関しましては型よりもね1センチぐらいはみ出た状態で切るようにしてください。こちらの準備は必ずね、生地を作る前に行いましょう。ということで早速作っていきたいと思います。それでは早速作っていきます。まずですね、チョコレートを細かく刻んでください。こちらね、湯煎で溶かしていくので、できるだけ細かめに刻みましょう。はい、こんな感じです。ではね、残りのチョコレートも同じように細かく刻んでいきます。ちなみに今回私はですね、明治さんのホワイトチョコレートを使ってます。はい、チョコレートはこのように刻みましょう。そして刻み終わったらボウルの中に入れてください。はい、このように入れましょう。この湯煎にかける時のボウルなんですが、ステンレス製やアルミ製を使っていただくとチョコレートが溶けやすくなります。そしたら続いてバターですね。こちらは1センチ角ぐらいの大きさに切っていきます。はい、バターはこのように切りましょう。そうしましたら続いて別のボウルに60度から70度ぐらいのお湯を張ってください。そしてここにチョコレートのボウルを乗せます。あとはですね、この中に先ほど切ったバターも入れましょう。これで湯煎に当てながら溶かしていきます。電子レンジなどで加熱すると少し焦げやすいので、湯煎で溶かすようにしてください。はい、このように綺麗に溶ければ OK です。しっかりよく混ぜながらね、溶かしてください。そしたらこちらはですね、このまま使うまで置いといてください。それでは続いてこちらの抹茶パウダーを牛乳で溶いていきます。抹茶パウダーは非常にダマになりやすいので、牛乳で溶いてから生地と混ぜるようにしましょう。まずボウルに抹茶パウダーを入れます。そしてここに牛乳をね、少し加えてください。だいたい半分ぐらいですね。そしてよく混ぜましょう。このようにちょっと馴染んできたら残りの牛乳を加えます。そして混ぜましょう。はい、このぐらいですね。滑らかになるまでしっかり混ぜておいてください。それでは続いて卵を白身と黄身に分けます。白身は泡立てますので少し大きめのボウルに割り入れてください。それでは分けていきます。はい、で卵黄はこちらです。はい、このように分けてください。そしたらこちらの卵白に関しましては、使うまで冷蔵庫で冷やしておきましょう。そうすると泡立ちが良くなります。では続いて卵黄生地を作ります。まず卵黄を溶きほぐしてください。そして溶きほぐしたらグラニュー糖を3分の1ほど加えます。そして加えたら手早く混ぜてください。グラニュー糖を加えた後にすぐ混ぜないとグラニュー糖が卵黄の水分を吸ってしまってつぶつぶができてしまう時があります。なのでグラニュー糖を加えたらすぐ混ぜるようにしてください。はい、 OK です。そしたらですね、こちら溶かしておいたチョコレートとバターを加えてください。一度に入れちゃって OK です。
そして加えたらよく混ぜましょう。分離しないようにしっかり混ぜてください。最初はねちょっと分離するかなっていう感じになるんですが、よく混ぜるとこのように滑らかな感じになってきます。このように滑らかになったら今度は抹茶と牛乳を加えます。こちらもね一度に入れちゃって OK です。そしてよく混ぜましょう。はい、このようにねしっかり混ぜてください。今生地の硬さはこのぐらいです。ただですね、生地の温度によってもうちょっとね硬くなる場合もありますが、それは心配しなくても大丈夫です。そしたらですね、続いてここに薄力粉をふるって加えてください。薄力粉はね必ずふるって加えましょう。そしてよく混ぜます。ダマにならないように混ぜてください。卵黄生地はこれで OK です。ここまで作っておきましょう。それではですね、卵白を泡立てていきます。このタイミングでオーブンを160度に予熱し始めてください。それでは卵白をですね、何も入れない状態でハンドミキサーの高速で20秒泡立てます。はい、で20秒泡立てるとこのように粗めの泡が立ってきます。そしたらここにグラニュー糖をすべて加えます。そしてグラニュー糖を加えたら今度はハンドミキサーの高速で1分泡立てます。はい、1分泡立てました。そうするとこのように角が立ってすぐお辞儀するぐらいですね。このように柔らかい角が立ってきます。それでは最後仕上げにハンドミキサーの低速で1分泡立てます。はい、OK です。そうすると先ほどよりもとてもきめの細かい仕上がりになって、さらにしっかりツヤも出てきます。このぐらいになれば OK です。今回私はハンドミキサーを使ってますが、ハンドミキサーがない場合は手動のホイッパーでこの泡立て具合を参考に泡立ててみてください。そしたらこちらの2つの生地を合わせていきます。まずこの卵黄生地の方に泡立てた卵白を1すくい入れてください。そして1回目はねしっかりめに混ぜましょう。2つの生地をなじませるイメージです。はい、このようになじませてください。そうしましたら泡立てた卵白をもう一すくい入れます。そして今度は泡立て器を使ってふわっと混ぜていきましょう。この時ボウルも一緒に回していただくと混ぜやすいと思います。はい、そしてこのように少し筋が残った状態で大丈夫です。ここまで混ぜたら今度は泡立てた卵白の方に生地を移し替えます。そうすることで混ぜムラを防ぐことができます。はい、でこのように加えたら泡立て器でまたふわっと混ぜましょう。はい、でこのように8割ぐらい混ぜたら最後はゴムベラで仕上げます。ゴムベラを使ってふわっと混ぜていきます。底の部分にね生地が溜まりやすいので、そこから生地をすくい上げて混ぜてみてください。ここであんまり混ぜすぎるとね膨らまない原因になるので、混ぜすぎには注意してください。これで生地の完成です。このぐらいですね。タラタラタラっとつながって流れ落ちるぐらいですね。このぐらいの生地感になります。それではねケーキ型を用意してください。この中に生地を流し入れます。はい、で流し入れたら少し高い位置から 2,3 回落としましょう。はい、そして少しねこのように型をゆすって表面を平らにしていきます。あとはね竹串を使って表面をねくるくるくるっとしてください。そうすることで大きな気泡を取り除くことができるのと、表面もね平らになってきます。はい、 OK です。それではこちらをオーブンの天板の上に乗せて160度の予熱したオーブンで40分焼いていきます。焼いている最中なんですが、もし途中でね表面が焦げそうになった場合は上にアルミホイルをかぶせて焼くようにしてください。それでは焼いていきます。はい、美味しそうに焼き上がりました。そしたらですねケーキクーラーの上に置いてください。そしてこのままね粗熱を取っていきます。粗熱を取る時なんですが、表面が乾燥しないように上にキッチンペーパーなどをかぶせて冷ますようにしてください。それではねこのまま粗熱を取って冷ましていきます。はい、ケ
ケーキが冷めました。じゃじゃーん、こんな感じに仕上がってます。それではね、型から外したいと思います。では取り出します。そしてオーブンシートを剥がしていきます。はい、こんな感じに仕上がってます。そしたらね、そこも剥がしましょう。じゃじゃん、こんな感じでね、とてもずっしりで美味しそうに仕上がりました。これで完成です。はい、これで抹茶ガトーショコラの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにとても美味しそうに仕上がってます。では切りたいと思います。はい、こんな感じでね、とてもずっしり濃厚な仕上がりになりました。最後ですね、こちら粉糖をかけてます。こちらブリオガのトッピングなので、お好みでかけて召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。ずっしり濃厚です。すごく美味しいです。甘さもちょうどいい仕上がりになってます。美味しい。抹茶の味がすごく濃厚です。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の抹茶ガトーショコラのポイントです。まずチョコレートとバターなんですが、こちらは一緒に湯煎で溶かすようにしてください。この時ね、分離しないように混ぜながらね、湯煎で溶かすようにしてください。こちら電子レンジでやってしまうとちょっと焦げやすかったりするので、湯煎で行っていただくと失敗せずに作ることができると思います。そして抹茶パウダーなんですが、こちらはですね、すごくダマになりやすいので、牛乳できちんと溶いてから加えるようにしてください。もしね、牛乳と混ぜた時にちょっと硬いなと思ったら 600W の電子レンジで15秒ほど温めてみてください。そうすると柔らかくなって混ぜやすくなると思います。そしてその後ですね、卵の白身と黄身は分けて、白身は使うまで冷蔵庫で冷やしておいてください。そうすると泡立ちが良くなります。そして卵黄生地を作る時のポイントなんですが、まず卵黄とチョコレートを合わせる時なんですが、とてもね分離しやすいので、加えたら手早くねよく混ぜるようにしてください。最初はね一瞬ちょっとね分離したように感じると思うんですが、そのまま混ぜ続けると滑らかになってきますので、しっかり混ぜるようにしてください。そして卵黄生地とね泡立てた卵白を混ぜる時なんですが、1回目はしっかりめに混ぜて、2回目からはふわっと混ぜるようにしてください。3回目はですね、ボウルを移し替えていただくことで混ぜムラを防ぐことができます。ここであんまり混ぜすぎてしまうと膨らまない原因になりますので、注意していただけたらと思います。そして焼く時なんですけれども、もし途中でね焦げそうになった時は上にアルミホイルをかぶせて焼くようにしてください。こちらは様子を見ながらねやっていただけたらと思います。そして焼き上がったらケーキクーラーなどの上に置いて、上にキッチンペーパーなどをかぶせて冷ますようにしてください。あとはお好みの大きさに切って召し上がっていただけたらと思います。こちらね冷めたらすぐ食べてもいいですし、冷蔵庫で冷やしてから食べるとねよりずっしりとした食感になりますので、両方ね試していただくのもいいかなと思います。こちらのガトーショコラは保存する場合は必ず冷蔵庫で保存するようにしてください。冷蔵保存でねだいたい4日ぐらいを目安に召し上がっていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は抹茶ガトーショコラを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。